昼に来たんで、夫が丼にご飯を入れて天ぷらを乗っけてこれをかけてくれるんで、当店で天丼が発祥したと言って過言でないと。入荷の中の穴子の一番いいやつを選別してここに持ってくる。非常に脂乗ってるんですよね。普通この穴子はね、手に入りませんから。体の方は大丈夫ですか？さつまいもとフグとカスゴダイです。はいはい。みりんと醤油を加熱して冷まして寝かしておくんですね。麦が入ったでサラサラっとかね。毎月1回は来ようっていう穴子が最高だと思います。商売繁盛、今日も一日よろしくお願いいたします。天ぷらうどんを作る卵水を作っておくんですけども、なぜ最初に作るかっていうと、冷やしとくという意味で先に作ります。で、冷蔵庫に入れておきます。振る粉は2度振るって今冷凍庫に入ってる。冷凍庫で入れて水分を飛ばしてる状態です。この割合も入れすぎてもダメだし、洗ってもダメだ。今日全部締めも全部一緒。入荷の中の穴子の一番いいやつを選別してここに持ってくる。伊勢屋さんが使うサイズと、あと生きの良さ、これが毎日あるとは限らない。
のこだわりはですね、当日朝締め、次の日には残さないというのが大原則で、じゃあ日曜祭日市場は休みの日はどうするかという話になりますけども、その前の日に豊洲から生け穴子を仕入れまして、店の裏にある生けすに生かしておいて、例えば日曜日の朝に締めて、足りない分はまたその都度取りに行ってという形で次の日は残さない。土日でも当日朝締めにこだわっております。おはようございます。実は1パックで2個入りなんで。あ、そうですか。はいありがとうございます。以上です。お願いします。一回こう非常に脂乗ってるんですよね。こういったものがね、普通この穴子ね、手に入りませんから。それも天ぷらにして出します。こういう状態でも持てないと思うんですよね、普通の豆腐だと。ですけど島豆腐はそれができると。バナメイという抜けエビの中で最大の大きさがある。大きいエビを切ったもので、そういうの使い分けて。使う野菜は少ないですよね。江戸前天ぷらは始まりは野菜類がなかったんです。なぜかというとごま油の香りが強いので野菜の香りが消えてしまうということと、火加減の調節が昔は屋台から始まったので練炭とか炭とかそういうものでしたので、野菜の温度に低温高温という使い分けができなかったので、魚介類を揚げる調理法でした。ガスになってから僕の時代になって加えるようになりました。親父の代まではシシトウだけですから。
でやってます。返しと言いまして、みりんと醤油を合わせて一回加熱して冷まして寝かしておくんですね。でこのみりんの割合はこれに出汁を足すとちょうどいい割合に設定してあります。薄めます。どう火にかける。体の方は大丈夫ですか今。屋台に限らず天ぷらというのは粉をつけてありますので、カレー、貝、ヒラメなどを切り身にして天ぷらにしたらもう何だかわからないですので、尻尾の形状で魚種を判断して、その中でも小魚に限るというのが枝前天ぷらの定義です。ですが今では東京湾のキスメゴチ、ハゼラというのが絶滅してますので、日本全国からお月1匹の魚を探す。例えばカスゴ、古代であるとか小フグであるとかサヨリ、ヒメコダイなどを主に扱うようにしています。粋な江戸っ子好みのあるとしておはようございます。ご丁寧さようでございます。年末なので26日ははいやっております。はい。
あ、はい、ありがとうございます。お待ちしております。失礼します。はい。関東大震災、ここで東京は全滅したんです。ここでもう全て焼け野原になってしまって、隅田川の支流から土手に面してうちは立っていて、遊客のお客さんが寄ってきたという感じなんですけども、それで昭和十何年に戦災には奇跡的に免れたんです。風向きの関係で。それでこの建物が残ったんです。商売繁盛、今日も一日よろしくお願いいたします。55あって51の53です。粉使いますけど。天丼の発祥はいつかって言いますと、明治の時代に一番吉原本の近くにあったんですよ。遊郭街の気の短いどこがうちに来て天ぷらご飯を食べてる時間がないから、丼にご飯を入れて天ぷらを乗っけてタレをかけてくれる。その発想から天丼というのが生まれたんです。この点で天丼が発祥したと言って過言でないと。ごま油の香りで客寄せをしたという始まりですので、今でも当店では香りに強いごま油をサラダ油にブレンドしています。そのサラダ油がの時代とともに変わってきましたね。
昔は菜種油とか大豆しらすの油を使っていたんですけども、今現在はもっと軽い、うちでは香油油を使います。さつまいもとフグとカスゴダイです。はい。近所でも。ちゃん出るよ。一番最初に来たのはもう子供の頃、親父と一緒にそれでずっと空いてまして7、8年前から毎月1回は来ようっていう感じで伺ってます。アナゴは最高だと思います。全て美味しいですけど、旦那さんのこだわりですか、惚れてやっぱり通いますね。島豆腐ももっと食いたいすいません、また来ます。はい、よろしく。
麦が入っとる。サラサラっと感じ。産地はですね、昔は江戸前が最高というような定説でしたけども、江戸前神話というのはもう崩れてまして、今の一番いい穴というのは対馬、あるいは韓国付近の黄海で取った穴が最もいいと。対馬は年中島の周り中に旬がある。ですから同じ品質のものを年中仕入れられる。じゃあ盛り合わせのお客様、別盛りの小エビのかき揚げ。はい、どうも、こんにちは。